あ、どうも、こんにちは。デミコです。というわけで、ショート動画をね、ご覧になった方はね、この惨状がどういうことを意味しているのかっていうのはね、ご理解いただけるかと思いますが、ショート動画見てませんという方のためにご説明したいと思います。はい。私ね、この辺にあるこれですね、この前お見せしたミックスケークですね、このダイソーの。これを使って、なんかバッグでも編もうかなと思って編み始めたわけでございます。はいはい。ショート動画の中ではいろいろ説明はしてなかったんですけど、これサックを使って、一応、毛糸の紹介しておきますか。これね、ミックスケーク、ペールピンクってね、これまだ触ってないわ。ね。色がペールピンク46番。これは何 ?80g で、124メートル、アクリル 100% の糸でございますよ。ね。かぎ針8号、棒針8から15中、こういう毛糸ですよ。で、このペールピンクっていうやつと。で、こっちがですね、これはなんだっけ、色。なんだ。この色はマカロンだ。49番マカロンってやつと、で、これが、48番サンセット。ね、サンセット。こういうやつ。ね、こういうやつとマカロンつなんで、ちょっとね、中身ちょん切ってるんです、実は。出すところ、茶色のところがあって、で、茶色のところを先に使いたかったので、ちょっと中身をブスッ出して半分に割って、で、茶色のとこから使い始めてるんですけど、これ最初ね、バッグやろうかなと思ったの。ね、これらを使って。はい。で、合わせて2本撮りでこれやってた。ね、やってた。だけど、ちょっともそもそっと糸が出てて、気に入らんのうと思って、ほどいたんですよ。で、また同じものをね、やり直そうかなと思ったんだけど、結局ね、バスケットを編むことにしました。はい。バッグじゃなくて。なんでかっていうと、いや、バッグでもいいけど、バッグにしちゃってバッグ使わねえなと思って、で、バスケットだったら絶対使うんですよ。で、私ね、ないんです、こっちに。日本に。ないので、ちょっと日本で使おうかなと思って1個ちょっと、どんぐらいになるかな、使い切りになるか余るか足りなくなるかそれは分かりません。でもバスケットを作ろうかなと思ってやっていこうと思います。はい。で、これですよ。ね。編み方はね、あれです。今回、前回編んだこれ。落っことしてしまった。はい。これですね。これ前回編んだこれ。これと同じ編み方をね、基本的にはしていこうかなと思ってるんですよ。で、ただ四角にするか丸にするかどっちがいいかなと思っててね。ただやっぱりね、いろいろね、収納とかのことをね、考えると、実は丸よりも四角の方がいいんですよね。だから四角にしようかなと思った。だけどやっぱりバスケット編むのは丸がいいかなとね。丸で、何も考えずに編んでいくのが一番いいかななんて思ったんで、ちょっと今回はね、丸でやっていこうと思います。はい。丸です。で、しかも今回は私これ色をね、こう基本的には合わせて、でこれでこのなんつうのかな、この色の組み合わせでどうなるのかなっていうのをやってみたいわけです。はい。これらの色を使って。というわけで、じゃあちょっとやっていこうと思いますよ。はい。で、早速ね、これちょっとやってきますけど、はい。これ邪魔なんでちょっとズズ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 。はい。では、気合を入れ直して、全然、大丈夫なんですけど、はい。大丈夫なんですけど、はい。やってきます。はい。はい。じゃあ、円編みですね。普通の円編みをやっていこうと思います。はい。で、とりあえず、がっちり締めたいんで、今回は二重にしといて、はい。で、15。使うのは15。15って見せたかな？はい。15でやってきます。はい。で、引き抜いて、で、真ん中に6目細編みを入れます。1、2、3、4、はい、5、6、はい、6個。で、6個入れたら、ちょいと引っ張って、で、動いた方を引っ張る。大体こっちが後ろ側なんですけど、私の場合はね、これね、ぎゅっと引っ張って、締めて、で、そしたら、これを引っ張って締めると。はい。
はい、こんな感じですね。で、そしたら普通に円を編んでいくだけなんですけど、1234566、こっち側から数えて6番目、ここに針をぐりぐりっと入れてね、拾い忘れのないように。で、こいつを引っ掛けながらいきます。まずは引き抜いてギュッと引っ張って、はい。で、立ち上がります。で、立ち上がったらこれもギュッと引っ張って潰す。なるべく潰す。はい。これも潰した方が絶対目立たないですからね。はい。潰して、はい。じゃあ根元にまず入れて2個入れます。ここから増し目ですね。ずっとね、2個入れて、で、隣にも2個、1目に2つずつ入れていきます。はい。で、12目にすると。はい。これで12目になりました。はい。そしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12個目の頭に針を入れて、で、引き抜いて、ギュッと締めて、はい、ギュッと締めて、で、立ち上がります。で、ギュッと締めて、で、そしたらまた根元に1個入れて、で、これ3段目ですね。3段目になるんで、1個入れたら、まあ、どっから増やしていってもいいんですけど、また増やしていかなきゃいけない。1、まあ、最初に入れちゃおうか。ね、2つ。最初に2つ入れたら、隣は1個。はい。で、そしたらまたここに2つ。で、隣に1個。で、2つ。1個。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 はい。で、これで3段目が編めました。で、3段目が編めたら、ここの頭にまたぐさっと入れて、引っ張ってギュッ。はい。ギュッ。はい。で、立ち上がりました。で、次。次ちょっと待った。危ない、危ない。はい、危ない、危ない。はい。はい。で、そしたら今度根元に1つ入れたら、ここはまあ1つだけにしといて重ならないように増やしていくんですけど、4段目の場合はこれ4段目なんですけど、2個入れる目の間の1個1個入れていくところは、4段目だと4から4段目、段数から2引いた数入れていけばいいので、ここの場合はまず1個、2個、まあ2個先にやっちゃったんで、ここは2つ入れるところ。ここは2つ入れるところ。で、私前に円編みする時に説明したことあるかもしれないんですけど、この穴がね、大きくしたくない時、ここ2つ入れるところ。その時には、片方、最初の目を半目で入れて、2個目を全部取る。こういう形にすると、穴がなんとなく目立たなくなります。今はね、グッとやっちゃったから目立ってるかもしれないんだけど、で、また2個入れるじゃないですか。これちょっとしたね、工夫。ちょろっとここ半目で入れたら、次全部で取るみたいなね。そうすると、普通に2目入れるよりは目立たないよっていうことがあるんで、まあもし、そういう方がいいかな、やってみようかな、ちょっと試してみてください。はい、2目入れて、で、2目入れる。で、1、2と入れたら、2目入れる。で、1、2と入れたら2目。で、1、2と入れて2目。はい、こんな感じで4段目が終了。そしたら5段目も同じように、5から2引くと3。なので、立ち上がって、ギュッと締めて、根元入れて、重ならないようにするんで、ここでね、2目入れてるから。で、ここ、まあ、ここ、隣1個編んで、ここで増やすか。ね。ここで増やしたら、5段目は間に1目ずつ入れるのは1、2、3ですね。3。で、そしたら2目入れる。この繰り返しで、まあ適当に、
そうだな。25センチぐらい。直径25センチぐらいに、なるまで、増し目をして円を編んでいこうと思います。1、2、3で増やす。はい。じゃあ増やしていきます。はい。というわけで13段編んでまいりました。はい。13段編んだところでだいたい25センチになってございます。25、26弱、26、26や。はい。26センチになりました。じゃあここら辺でね、ちっと上に向かってミョーンとやっていこうと思うんですけど、ここで何をするかっていうと、とりあえず1段細編みを普通に編みます。今回は前回編んだこれですね。これと同じように編んでいくんですけど、これはなんだっけ、メリヤス風で編んでるんですけど、今回こっちは普通に細編みでこの編み方でやっていこうと思います。はい。ね、ちょっとメリヤス編みでちょっと楽して、はい、楽して、はい、楽して、大きい細編み、ちっちゃい細編みの入れ方でやっていこうかなと思うんですけど、とりあえず一段普通に細編みを一目に一つずつ入れてきます。色が変わってきましたよ、なんとなくね。どんな感じになるのかしら、全然わからないんですけど、うわーこの組み合わせかっていう色もちょっとありえるんですけどね。はい。まあでもそれでもなんとなく編んじゃえばなんとなく OK だろう的なね、そんな期待を込めて、とりあえず一段細編みを編んでいきます。はい、一周細編みを編んできました。じゃあここは普通に引き抜いて立ち上げます。1個ね。はい。で、そしたらじゃあここで次の段を編んでいこうと思います。はい、まずは小さい細編み。はい、小さい細編みをします。で、次は大きい細編み。ここの一つ奥ですね。ここを編んで伸ばして、はい。で、次は普通の細編み。で、次は大きい細編み。これを交互に入れていきます。はい。間違いないようにしないとね。はい。一周回ってきました。そしたら、ここに引き入れるんですが、ここはこっちから取ります。こっちから取って、裏から引っ掛けて、おっとっと、こっちですね。で、こうしてぐっと引っ張って、で、とりあえず、これで立ち上げます。はい。で、今回も、目立たない立ち上がりをやっていくので、刺すところはここですね。ここは長いの入れなきゃいけないので、ブスッと長いのを入れるところに入れて、これを持ってきて、で、こいつを引っ掛けて、こいつを抜きます。はい。はい。そうすると、こんな感じで、いい感じになりますんで。はい。で、そしたら、普通に、ここは細編みを隣は入れてきます。はい。で、ここが、なんだ、エセになるんでね。エセになるんで、まあ一応ここに次入れるときはぶち込むので、一応ね、これリング入れときますけど、まあやることはね、ずっと同じことやっていくだけなので、目立たない立ち上がりを前回と同様にやっていこうと思います。はい。なので、じゃあここまたずっと一段編んでいきます。で、一段編んだらまたもう一度、復習でね、目立たない立ち上がりをやっていこうと思います。はい、また一周編んできました。で、そしたら、で、ここ立ち上がりじゃあやりますね。ここむにゅんとちょっと出しといて。で、ここ頭がないんで、ここの頭を作ってあげるわけですね。で、これを針を後ろから隣の頭に入れてあげて、これを引っ掛けて、で、ちょい引っ張って、で、むぎゅっと出す。で、ここが、ここのところの頭、今作ってあげた頭っていうことになります。で、これ止めといた方がやりやすいので、ここ一回入れときます。で、大体このぐらい、ちょっと余裕がある
感じですかね。針入れた時にちょっと余裕があるぐらい残しといてもらって、で次はここですね。ここが今立ち上がりの部分になるので、ここに針を入れてこう拾って、でこれを持ってきます。これを持ってきて、これを持ってきて、はい。でそしたらこの目を引っ掛けてあげて、でこれを通してあげる。はい、こんな感じですね。そうするとまあ一つ目が入ったみたいな感じになるんで、そしたら隣今度大きいやつなのでぐさっと刺して大きいのを入れてあげます。そうするとまたこれここ頭がないので、次ここにまた引っ張ってここに入れてくるわけですね。はい、なんか糸割れてないか、糸割れてないか、大丈夫か。こうなって、はい、こうですね。はい、割れてました。ここに入れてくんで、ここに一応入れといて、次ここに針を入れて抜いてきますね。でここは普通に細編みで、次大きい細編み、こんな感じでまあ好きな高さまで編んでいけばいいんですけど、これをねちょっとね糸をね途中で変えるんですよね。変えるんで、どこで変えようかなっていう話なんですけど、まあとりあえずこれを途中でやめるんで、そのところまでちょっと編んでいこうと思います。この段編んだら終わりかな、多分。でもそんな感じかもしれない。もしかしたらもう一段いこうかな。まあちょっと編んでみます。はい、こんな感じでちょっと好きな高さまである程度編んでいこうと思います。はい、こんな感じで何段だ、123、4段ほど立ち上がってから、全部で言うとね、この細編み合わせると5段なんですけど、一応編んできました。ここいらでね、この濃い色をちょっとやめたいと思います。はい、なのでここでちょっとちょん切ります。はい、これちょっとちょん切ってブスッと、はい、ちょん切って、これまた後で使いますんで、はい。でそしたらまずはここでミュッと引っ張って、ここ後ろからこうか、後ろから頭の部分だけは作らなきゃいけないから、ここはこれを引っ張るんですが、ここで終了でございますね、こちらはね。はい、なのでこれだ、こっちを使っていきます。でいきなり薄い方からいっちゃおうかな。じゃあね、薄い方からどうなるか分かりませんが、色がね。はい、これ真ん中からいきますわ。いやどうなるんだろう、全然わかんないわ。っていうか、とりあえずキモい組み合わせになってきましたね。出たよ、緑系ブルー系とこうピンク系の、なんかピンク紫系のこのキモい組み合わせですな。はい、まあ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 実験ですから。はい、はい、というわけでこの辺からピンクっぽいね、ピンクっぽい色になってきますよ。でその後白が来てっていう感じになるんで、まあどうなるか分かりませんが、で最終的にはまたねこっち濃いの入れてきますから、とりあえずここでこうしといて、でここですね、これをちょっとここで引いて止めときましょうね。止めといて、で今編んできたのがここだから、この大きいやつですね。大きいやつの上、ここに針を入れて、でこれを引っこ抜いて、でこれ引っ掛けて、割れないようにね、割れないようにしないと、ここですね、引っ掛けて、でこいつらちょっとね処理しなきゃいけないので連れてきながら、はい、引き抜いて、はい、でこんな感じで立ち上がって、で次は大きいのを入れるので、ちょっと大きいのを入れて、また同じように、はい、大きい細編みちっちゃい細編みの組み合わせでどんどん進めていこうと思います。はい、どんな感じになるんだろうね、ほんとね。はい、はい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 、ここまで編んできました。はい、でこっち今ね両方から取ってます。はい、ちょうどね段数変わるところから色を変えた方がいいので、ここまで来たので、どっちがどっちだっけ、ちょっと待って、こっちが続けてこっちは切るんだな。はい、こっちを切って、間違えないようにしないと、濃い方こっち、はい、こっちを切って、でまたこっちを入れていこうと思います。多分ね
ほぼ同じぐらいに終わってくれるかな、終わってくれたらいいなって感じなんですけど、こっちを切っといて、で切った後、はい、であとこっちですね。いやこっちの方が少ないかな、こっちの方が少ないかもしれんの。はい、でここを入れていきます。なのでここはまたこっちからブスッと刺して、これを引っ張ってこっちに通したところで、こう通したらあれだから、ここだね。こっから通さなきゃいけないね。はい。ここからまた変えて、色をこんな感じで押さえて、はい。で、抜いて、で、ここ置いといて、で、次は大きいのだからぐさっと大きく刺して、で、こう引っ張り出して、で、ちょっとこれこうやってやるのもちょっとね、これどっちでもいいんですけど、楽なのはやっぱりちょっとやってて、やりながらね、あ、こっちの方が楽だなって思うことがあるんで、おいとと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 、ちょいと、ちょいと、はいはいはい。ね、まあこうやって引っ掛けたらこう引き抜いて、で、ちょっと方向を変えるとかね。まあちょっとこの辺はやりやすいようにやっていただければいいんですけど、で、ぐにっとやって、はい。はい、こんな感じで、はい。じゃあこの先また、この糸処理をね、ちょっと短いな。まあ大丈夫か。大丈夫ですね。はい。はい、ぐさっと刺して、で、また同じように、大きいのちっちゃいので入れていこうと思います。で、どんな感じっていうことで、ちょっとこの辺で振り返りたいんですけど、ね、こう入れてきて、さすがにどうよっていう話でね。で、まあ私が買ってきたやつがね、このサンセットとかマカロンとか、なんとかピンクとか、まあ薄い色で、で、ここがちょうどだからそのなんとかピンクと、このなんだ、マカロンとね、マカロンと合わせて入れたら、まあ薄い感じの同じような系統なんでこうなったんですけど、で、あとはこっちのサンセットのね、こっちの色がね、ちょうどこう赤っぽいっていうか茶色っぽいところがそこに来てるから見えないんだけれども、まあブルーのところがこう出てきて、まあなんて言ったらいいのかな、ピンクと緑とかピンクとブルーとかなんかちょっといやらしい感じのね、いやらしい感じの組み合わせになっております。まあそんなのはね最初から分かってたことなんですけど、まあ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 、でも他にもねなんか色あるよね、いろいろ。なんかパステル系のなんか色とかあるじゃないね。そういうのはちょっとなかったんで、あるのだけでちょっと買ってきたんですけどね。もちろんパステル系があったらそっち買ってくるんだけどね、なかったからさ今回はね。そうだからマカロンとかなんとかピンクとかあるやつを買ってきてやってますけど、まあ面白いんじゃないかこれ。いろんなそのなんていうのかな、色を組み合わせてみてどんな風になるかっていう感じでね、はいやってますんで、ちょっとなんつったらいいのかな、変な色だなという感じもあるかと思いますが、私が思ってますんで、大丈夫ですよ。変な色でございます。まあでもこれやってみることに価値があるということでね、私このまま続けていきたいと思いますよ。とりあえず一段編んできますね、これでね。はい、とりあえず一段編んでまいりました。はい。で、いやどうしようかなと思ったんですよ。持ち手をつけようか、それともいらないかって考えたんですけど、まあ、今回はね持ち手なしでもう本当にバスケット、もうそれだけバスケットにしようと思います。なのであとは糸がこっち結構あって、でこっちはもうこんな感じなんですよ。もうなんかほとんどない感じなので、こっちが終わるまで普通にちょっと終わるまでねちょっと編んでいこうと思います。はい。なのでもうここは編み方は普通にもう編んでいっちゃうだけで、あとだから最後の段をどうやって縁をねやっていこうかなっていう、そこですね。はい。なのでそれだけをどうしようかなと考えつつね、ひたすら糸が終わるまで編んでいこうと思います。はい、このような高さまで編んできましたけど、だいぶなんかちょっと深いぞ深い感じはするな。まあまあまあいいかね。深いな。はあ、まあいいや。はい。はい。で、ここまで来たんで、最後ね、ここ、もうね、あんまないのよ。だから、これちょっとわかんないんだけど、ね、これ引き抜き編みで最後締めていくので、普通に入れます。普通にここに針を入れて、引き抜いて、
でこっから始まりましたよとね、こっから始まりましたよっていうことで、あとは普通に引き抜き編みをしてきます。残りがあんまりないんで、ちょっと周辺を、この周辺中か縁ね、縁を強化して普通に終了したいと思います。はい。最後はこの茶色が、ここね、茶色っていうか最後のこのなんだっけ、サンセットの方はちょっと終わっちゃったので、これをね2本両方両端をこう入れて、で最後まで来ました。まあ別に入れたところでこっち側にも色出てるんで、まあ変なことはないかなと思うので、こんな感じで終わりにしようと思います。はい、すごいのができたね。すごいよ。はい、こんだけ余った。はい、余ったのこれだけ。はい。はい。これまたなんかちょっとね、なんかの時使おうと思うんですけど、はい。で、引っこ抜いて、で、ここに、はい。どこだ？針。はい、針。はい。で、これで、こう来てからここね。はい。入れるところはここでございます。はい。この上、ここがかかってるんで、最後の目がここになるんで、2番目に入れます。はい、ここ2番目に入れて、はい、ここですね。はい、こんな感じで重ねます。これでいいね。これでいいね。それでこっちもう一回戻して、はい、こんな感じで、はい。はい、これで糸処理をしようと思います。糸処理どうしようか、別々にしようかな、これね。はい、というわけで糸処理も終了しました。こんな感じで、まあ丸底の、バスケットができました。はい、かなりしっかりした感じで編めてるんですけど、さあじゃあ総括しますか。はい、今回のですね糸はですね、ミックスケークのペールピンク、そしてサンセット、そしてこのマカロン3種類を合わせたらどんな感じになるのかなっていうことでやってみました。はい、非常にキモいです。はい、色的にはキモいです。そこの部分が一番まともなんじゃないかなね。やっぱりね、ピンク系とね緑系みたいな青系とかね、合わせる時はね考えなきゃいけないね。私もね、やってみてね、これはね失敗とは言いたくないな。失敗とは言いたくないけど、お勉強になりましたみたいなね。はい。いや、マカロンとペールピンクはほぼなんか似たような感じなので合わせても全然問題はないです。はい。全然問題ないんですけど、サンセットはですね、要注意でございます。はい。要注意でございます。はい。私どうしても合わせてみたかったんでやってみたんですけど、多分もうやらないかな、これはね。別の色はやると思いますよ。別の色ではやってもいいと思います。まともなところは私的に言うと、ここまで。はい。そこです。はい。そこの部分はいい感じでございました。はい。どうでしょう。これだったら綺麗だよね。色はね。悪くないよね。ここまで。はい。脇っちょいくと。これ逆に編めばよかったかな。ね。こっちをね、こっちにして。こっちが表に出てくるように編んだ方がよかったかもしれないよね。いや途中で思ったんだよ。やり直そうかなと思ったの。でもね、相当編んでからだったからね、もうやめた。はい。これね、別に失敗とは言いません。失敗とは言わない。勉強になったなーっていう感じで。いやでもこれ使いますよ。はい。かなりね、編み切り、ほぼ編み切りでこんぐらい余ってますけど、ほぼ3玉使い切りっていうことで、これ深めになってますけど、高さっていうのかなのある毛糸をね使うこともあるんで、そういう時はねこれポポポポポポって入れてていいと思うんだけど、そうじゃない時は
これこうやってね折ってもいいんじゃないかなと思うんでね、そんなに高さのない毛糸をポン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 ってやるときにはまあ大体これぐらいで足りるんじゃないかなという感じでございます。こうしたらこうしたでまたねいい感じじゃないかなと、はい、思います。どうですかね。こんな感じで色合い的にはこんな感じになっております。はい、まあ一応サイズだけ測っときますかね。まあ、参考になるかどうか分かりませんが、はい、まあ、皆さんお好きな色をねこれ組み合わせたらいいんじゃないかなちゅう感じでね、色があれば、組み合わせてやってみてもいいかな。うん。ただやっぱりサンセットとこのピンクあたりは合わせない方がいいと思います。はい。はい。はい。幅28センチ。高さ16センチ。はい。できました。はい。これ私使いますよ。使いますよ。だって自分で使うために作ったからね。まあどんな風になっても使おうとは思っていたので、まあ見慣れたら多分ね可愛く思えてくると思いますよ。やっぱり自分で編んだものなので、こんな感じでねちょっと、実家の方でここに毛糸を入れてね編み物する時ねこれ使って編もうと思います。悪くないと思いますよ。はい、悪くないんじゃないかな。はい、どうですか？金も。はい、というわけで、はい、今日はこれはこれで完成。イエイ。ふう。はい。まあねこうやってね実験をねしながら色っちゅうのはねやっぱりねこうなんつうのかな試してみないとわからないとこある。試してみないとわからないとこある。今回はここだけだな。そこだけだ。はい。というわけでございます。はい。ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。別に参考にしなくていいですか？全然。はい。参考に、ならないとね動画の頭の方にもしかしたらあったかもしれません。はい。はい。まあまあまあ。ただかなりしっかり編めるんで、マカロンとこのペールピンクなんかだったら合わせても何の問題もございません。はい。それがねこの真ん中のこの部分でございますから、はい。この部分何の問題もございません。サンセットはあかんかったな。うん。はいはい。すいませんすいません。はい。というわけでございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい。というわけで本日はここまで。じゃあさよなら。まあねこれだって一つの組み合わせでございます。色のね。うん。でもね、私ね、正直言ってこのサンセットっていうのはね、意外とね、綺麗なんじゃないかなと思いますよ。それだけで編んでもね。今度はなんかあれだね、2玉買って色をバッチシ合わせて、2本でね、編むっていうのもいいかなってちょっと思いました。うん。サンセット、それ以外の色はどうなんかいな。あえて自分が普段編まないと思ってきたっていうことでね、それなりに努力したよっていうことで勘弁してください。はい。じゃあね、バイバイ。